バイオハザードシリーズにはこれまで数々の生物兵器 BOW が登場してきました。中でもアンブレラが開発したタイラントは、その戦闘能力のみならず、量産性や運用面まで考え抜かれた仕様となっており、バイオハザードを代表する究極の BOW であると言えます。そしてその進化の系統は引き継がれ、バイオハザード9に再臨する可能性を秘めています。今回は全タイラントシリーズの徹底解説、考察動画の後編になります。前編を未視聴の方は概要欄にリンクを貼っていますので、そちらを先にご覧いただくことをお勧めします。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。バイオハザードコードベロニカに登場する個体で、汎用性を高めたタイラントというコンセプトで開発された人間ベースの試作 BOW です。名称は鏡の国のアリスに登場する猛獣の名に由来します。低コスト重視のために人間への偽装は施されず、外見は人間や量産型タイラントとは大きくかけ離れているなど、兵器としての実用面を重視した設計となっています。失われた左腕と退化した下半身を補うように発達した伸縮自在の右腕が特徴的で、この右腕により瞬発移動と障害物をものともしない目標追跡、移動速度を生み出すことを可能にし、従来のタイラントにはなかった能力を獲得しています。また、右腕の筋組織増強により凄まじい腕力を発揮し、腕を鞭のようにして敵を叩き潰したり、持ち上げて頭部を握りつぶすことも可能になっています。一方で試作段階であるため、所々に失敗も色濃く出ています。左右非対称の体型と下半身が退化し歩行機能は低下しており、伸縮自在の右腕で補っているとはいえ、速攻能力は低く、左腕そのものが欠落している点も従来のタイラントと比較して大きな問題点とされています。そのため作中でも多少強いクリーチャー的な存在として収まっています。コストダウンの限界か。バイオハザードダークサイドクロニクルズに登場する個体で、T ウイルスのバンダースナッチをベースに、さらに T ベロニカウイルスを複合させて開発されたウイルスコンビネーション型の低コストタイラントです。名称もバンダースナッチと同じく鏡の国のアリスに登場する怪物に由来しており、両者が同じ系統であることを伺わせます。バンダースナッチの欠点である退化した下半身が改善されたことで、伸縮自在の右腕は失われましたが、代わりに体の各部から5本の腕が生えており、鋼鉄並みの高度を持つ大釜のような爪で攻撃や防御を行います。見た目にそぐわず知能は高く、対象の抹殺から捕獲まで幅広い命令を実行可能になっています。バンダースナッチがベースであるものの、外見は T ベロニカに感染して怪物化したモンスタースティーブに酷似しています。確かに似てますね。T ベロニカウイルスがハビエに渡った経緯として、HCF に所属していたウェスカーが関与していた事実関係を踏まえると、回収したスティーブの遺体の解析結果が反映されているとみられ、コスト重視ながらも戦闘能力向上が図られた汎用型タイラントと言えます。バイオハザードガンサバイバー4に登場する個体で、T ウイルスと G ウイルスの合作と言うべきタイラントです。T プラス G 特有の電気的特性の発達が見られず、肉体も崩れかけているために失敗作として廃棄されていましたが、後に活動を再開しています。だから廃棄適当すぎるでしょ。他のタイラントと異なる触手のような指を持ち、これが特徴的な武器となっています。ダッシュからの突き攻撃やジャンプ攻撃などを使用しますが、心臓が背中に露出しており、そこが弱点となっています。モーフィアスが改良型 T プラス G ウイルス、試薬バージョン 0.92 を自らに注射し、変異した見た目は女性型の電気をまとうタイラントです。自我を保ったまま変身しているため、会話も可能です。タイラント特有の巨大な爪は右手に生えており、ウイルスの影響で話し方や声を含めて女性化し、足先がハイヒールのような形状となっています。素早い身のこなしでプレイヤーに迫り、体内から電撃を発し、弾丸を完全防御する電磁バリアを張るため、通常の武器では倒せず、特殊な武器が必要となります。多大なダメージを受けると肉体が暴走して第二形態へと変異します。巨大な肉塊と化し、仰向けの状態で変異したために、顔が上下逆についており、爪の位置も逆になっています。電撃を使う能力は退化したのか、攻撃パターンは巨体の突進による押しつぶしのみになります。肉塊から出た頭が弱点であり、最終的にブルースに脳天を撃ち抜かれ撃退されています。バイオハザード6に登場する個体で、ハーラに浸水していたネオアンブレラの科学者の白人男性を素体とし、
その男性に C ウイルスを投与して生み出された BOW です。C ウイルスは始祖ウイルスから抽出した DNA を変異させる特性に T ベロニカを組み合わせた T02、さらにシェリーバーキンの体内から採取した G ウイルスを合成することで生み出されたコンビネーションウイルスですので、開発元はアンブレラでないものの、ネオアンブレラがタイラントの思想をもとに開発した発展型の存在と言えます。ウスタナクの名称はセルビア語で決起を意味します。実験中の事故により失った右腕が機械のアタッチメントへと改造されており、伸縮自在のアームや3連装バルカン砲、ショットガン、ドリル、鉄球など複数の武器を自在に換装することが可能です。顔の大部分が醜く歪んでおり、視力も低下していますが、素体の C ウイルスとの適合性が通常よりも高かったため、ジュアボとは全く別の変異を遂げています。論理的な判断能力も備えており、聴力が異常に発達しているほか、凄まじい腕力はもちろん、鈍重そうな見た目に反して動きは非常に機敏です。耐久力にも優れており、掘削機で貫通されたり、マグマに落とされたりしても死亡しないという驚異的な生命力を持ち、標的であるジェイクを執念深く追撃します。最終的にはジェイクとシェリー2人のとどめの銃撃によって倒されています。ネメシスとどっちがしつこいかな。バイオハザードコードベロニカに登場する個体で、アシュフォード家当主アレクサンダーの慣れの果ての姿です。娘のアレクシアに T ベロニカウイルスの実験体にされた結果、完全適応に失敗し、危険なモンスターへと変異したものになります。家庭内 DV ですね。南極基地の地下独房に幽閉され、そのまま放置されていましたが、ウイルスによって変質した強靭な肉体で15年間に及ぶ監禁状態を生き延びていました。その名残の目隠しで目が見えず、手足も枷で拘束されていますが、体の各部から生えた触手を振り回すほか、体内の血液には専用の血清を使わないと治療できない毒素を持ち、触手の先や攻撃を受けた際の傷口から霧状に吹き出して攻撃を仕掛けます。胸にあるむき出しの心臓が弱点で、スナイパーライフルかナイフで狙われると大ダメージを受けてしまい、作中ではそこをクレアに突かれて撃退されています。アレクシアにより T ベロニカを投与され変異したスティーブの姿です。アレクサンダー同様にウイルスとの共存に失敗したことで自我を失い、異形の怪物と化しています。投与されたウイルス自体はアレクシアの体内で進化したものであったため、ノスフェラトゥよりもさらに異形かつ強靭な肉体を持つようになっています。身長は2メートル以上に巨大化し、皮膚は爬虫類のような緑色に変化。スティーブの面影は頭部に多少残っている程度となっています。コードベロニカにおいては手にした斧の攻撃ダメージが非常に高く、ベリーイージー以外では2発受けただけでゲームオーバーになってしまうほどの威力を持ちます。スティーブを倒そうと頑張ったのはいい思い出です。ダークサイドクロニクルズではクリスとクレアの対決の中、アレクシアの放った触手に捕らえられたクレアを助けようとしますが、逆に体を貫かれて絶命しています。スティーブ生存ルート、リメイクで出してアレクシア・アシュフォードが自身に T ベロニカウイルスを投与し、15年間の冷凍催眠で徐々に馴染ませて共生に成功した結果誕生した T ベロニカ版女性タイラントというべき存在です。自身の意志でウイルスの力を解放し、石像のような肺褐色の肌と、ところどころ植物の葉や根を思わせる筋が浮き出ているような形態へと変貌します。体内の血液は外気に触れると発火する性質を持ち、これを振りまいて火炎放射器のように攻撃しつつ、残り火で相手の行動を封じる攻撃パターンが T ウイルスのタイラントにはない特徴になっています。攻撃を受けても傷口から流れる血液で周囲が炎に包まれ、逃げ場を失ったターゲットを捉え、相手の体内に直接高熱を流し込んで焼き尽くします。作中では試作段階のウイルスを投与して超人化したウエスカーとの超人対決が実現。ウエスカーを圧倒するほどの戦闘能力を見せますが、その様子を見ていて巻き添えを食う形となったクリスと対決、撃退されます。ウェスカーの黒歴史ですね。第2段階に進化すると上半身から腕が消失し、代わりにウイルスに組み込まれたアリの遺伝子に由来する4枚の羽が生えた形態に変貌します。下半身は巨大な欄干となり、左右から6本の節足が生え、それらを巨大な根が支えています。発火血液は使わないものの、血から毒液や触手を振り回して攻撃し、欄干から生み出した溶体も加えてターゲットを襲います。第2形態で欄干が破壊されると、上半身を離脱させて飛行形態となった第3形態に変化し、4枚の羽で宙を自在に飛び回り、発火成分を持つ緑色の体液を撒き散らして攻撃をします。作中ではクリスに特殊武器であるリニアランチャーを使用され撃退されています。
アンブレラ社幹部セルゲイ・ウラジミール大佐が体内の T ウイルスを活性化させた影響で怪物化した姿です。T ウイルスに完全に適合していることから怪物化しても知能は低下しておらず会話も可能です。口には球根のような器官が生成され、背中や頭部の一部を貫通するように茨に似た細い触手が生えており、これを使用して壁面を高速に移動します。球根の器官を空中に吐き出すほか、両腕から延伸した一本の太い触手を鞭のように自在にしならせた攻撃を繰り出します。アンブレラクロニクルズではクリス、ジルがテイロスと対決している裏でウエスカーと対決しますが撃退され、アンブレラ終焉へとつながります。タイラントの総元締めですが、なんかかっこ悪い。テロ組織ベルトロの指導者ジャック・ノーマンが自身に T アビスウイルスを長期間投与し続けた結果誕生した個体です。最大の特徴は割れた顔面から露出した巨大な眼球で、それを発光させて相手に幻覚を見せるという特殊能力を持っています。それを駆使し、瞬間移動したかに見せかけた目くらましからの分身との連携攻撃、巨大な腕による攻撃などを連続で繰り出し、多彩な戦法を用いてターゲットを追い詰めます。T ウイルスのタイラントと同様、胸に心臓が露出しているものの、最大の弱点は背中にある巨大な腫瘍となっています。極めて強靭な肉体を持ち、耐久力が非常に高いです。バイオハザードリベレーションズにおいて、クイーン・リードの選手室にやってきたジルたちをモルガンと誤認し襲いかかりますが撃退され、安堵しながらベルトロの旗に手を伸ばしながら息絶えています。ちなみにアンベールドエディションのレイドモードには、ゴーストノーマンという全身が血のように赤黒く染まったアビス完全体も存在します。通常のノーマンと違い、幻覚による錯乱はしないものの、その戦闘能力は高く、レイドモード最強のクリーチャーとして君臨しています。バイオハザードシリーズ本編との関わりについては不明です。バイオハザードビレッジに登場した個体で、ミランダの支配する艦村に BSAA が貧困ダッシュを目的として導入しています。作中ではイベントシーンのみの登場であり、エンディングで BOW であると判明する以外は、現時点では多くの謎に包まれた存在となっています。コンセプトアートの説明には、新たなテクノロジーにより生み出されたことが明かされていますが、そのテクノロジーとは一体何を意味するのか、そしてエンディングでクリスたちが BSAA 欧州本部に向かうところでビレッジの物語が終わっているため、次回作バイオハザード9に再び BSAA 兵士が登場し、謎の全てが明らかになることを期待しているプレイヤーも多いのではないでしょうか。バイオ9早く来てくれー。その素顔からタイラント型の BOW であることを感じ取っている方も多いと思いますが、本動画では BSAA がアンブレラのタイラント系統を引き継いで開発している前提で、そのコンセプトは何なのかを考察していきます。BSAA がタイラントに興味を持っているという考察はこちらの動画で行っていますので、ぜひご覧いただくとして、もし BSAA がタイラントの進化型を開発しようとしたときに、こちらの系統図の中の一体どこを起点にするでしょうか。ヒントはバイオハザードアンブレラクロニクルズ内のファイル、テイロス計画から読み解くことができます。このファイルにはタイラントのキルレシオ向上策として重火器武装の必要性が示されていますが、そのコンセプトを持って開発されたアンブレラ究極のタイラントであるテイロスさえもクリス、ジルの2人の前に倒されています。BSAA もこの情報は持っていると考えられ、タイラント単体の戦闘能力だけを最大化する進化の方向性には限界があると気づいたはずです。そこで BSAA が到達したと考えられるのが、複数の汎用タイラントを有効に連携させる進化のコンセプトだったのではないでしょうか。つまりタイラントの軍団を束ねて軍隊のように運用させるという意味です。このことはバイオハザードビレッジにおいて多数の BSAA 兵士がオスプレイを操縦してミランダの支配する艦村に来襲し、ライカンの軍団と武器を使用して交戦。貧困ダッシュを図るというこれまでのタイラントには達成困難な複雑な作戦に投入されていることからも伺い知ることができます。このコンセプトを達成するために必要となるのがタイラント同士の意思疎通を図るためのより高度な知能を獲得する方法ですが、これこそがコンセプトアートによる新たなテクノロジーと関係しているのかもしれません。また別の視点として BSAA 兵士の目をよく見ると、ウロボロスウイルスに適合したウエスカーやウロボロス被験体のものと非常によく似ていることがわかります。似ていると言われれば似ているかな。ウロボロスウイルスには優れた遺伝子をより分け進化を促す特性がありますが、BSAA 兵士の正体は T ウイルスベースのタイラントにウロボロスの改良型を投与し、高度な知性を獲得するまでに進化させた形態である可能性も考えられます。ウロボロスウイルスが関わってくるとなると、長い間行方がわからなくなっている転生したもう一人のウェスカーが BSAA と絡んでいるといったこともあるかもしれません。
能力の全貌も未知数のため完全な推測ですが、感想に送り込まれた個体の他にもしかするとスーパー化の能力を持ったタイラント型 BOW も BSA で開発され、バイオハザード9に登場するのかもしれませんね。はい、今回は前後編の2回にわたってアンブレラが生み出した究極の BOW であるタイラントシリーズを徹底解説・考察をしてきました。BSA 兵士がタイラントである可能性についてどのように考えますか？また皆さんにとっての究極のタイラントの定義は何でしょうか？コメント欄にご意見をお願いします。